皆さんこんにちは。フットボール天国へようこそ。こんにちは。今日もサッカーの話で盛り上がりましょう。はい、今日はですね、皆さんも大注目されているであろう J リーグから海外クラブへの日本人選手の移籍について徹底的に解説していきたいと思います。特に移籍金ってこれ安すぎないっていう声よく聞きますよね。そのあたりの真相にも迫ります。気になります。最近本当に多くの選手が海外に行ってますもんね。と普通に川崎フロンターレの高い選手の話で始めようと思ったのですが、速報です。何があったんです？湘南ベルマーレの日本代表ディフェンダー鈴木淳之介選手、デンマークの強豪コペンハーゲンが獲得に迫っていると現地報道です。噂にあった欧州移籍ですね。ただ現状怪我などもあり、現時点で先行きは不透明とのこと。 B1 の招集は見送りになるそうですが、さらにまだあるんですか？浦和レッズの新田理央選手が育成型期限付き移籍に乗り湘南に加入することとなりました。新田選手は現在まだ22歳ですが、すでに欧州を経験しており J での活躍も期待できます。湘南はこの後でも紹介しますが、一気にスタメン格選手が3人抜けるわけで、補強は急務だったとはいえ動きが早いですね。以上、速報でした。この部分は後で急遽追加したものなので、つなぎが不自然な部分があるかもしれません。ご了承くださいませ。まずは川崎フロンターレの高井幸太選手から。20歳のセンターバックが移籍金10億円でトッテナムへ。10億円、すごい金額ですね。高井選手は192センチの大型ディフェンダーで、今年 ACL 準決勝でクリスティアーノ・ロナウドを封じた実績があります。 A 代表4キャップ、パリ五輪出場と実績も十分。レンタルなしでの完全移籍です。 ACL での活躍は素晴らしかったですよね。トッテナムは今季プレミアリーグ17位と低迷しましたが、ヨーロッパリーグで優勝して2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得しています。アンジュ・ポステコグルー監督が退任し、ブレントフォードからトーマス・フランク監督が併併され、そのフランク監督が高井選手を高評価していることも移籍の背景にあります。テクニカルディレクターのヨハン・ランゲ氏も高井選手をプレミアで通用するセンターバックと評価し、獲得を推進したそうです。気になる移籍金についてですが、高井選手の2025年 J リーグ年俸は3000万円と報じられています。で、トッテナム移籍後の年俸は1億円以上と推測されており、1億円と仮定すると J リーグの年俸の約33倍もの移籍金になる計算です。報道されている10億円約500万ポンドという移籍金について、これが適正なのか安すぎるのかを分析してみましょう。10億円という金額は彼のこれまでの実績とその年齢から考えると納得のいく金額だと感じます。まさにその通りで、トッテナムの戦略も影響しています。ヨーロッパリーグ優勝でチャンピオンズリーグ出場権を得た後、彼らは若手センターバックを低コストで補強する方針のようです。10億円はプレミアリーグの市場では安価な部類に入るとされています。川崎フロンターレも J1 上位で ACL 準優勝と資金が潤沢だったため、高額要求が可能だったという背景もありますね。 SNS では10億円は J で史上最高額と驚きの声も上がっていましたね。しかし安すぎるという別の意見も聞かれます。 SNS では10億円は安い、冨安選手の半額以下という意見がありました。プレミアリーグの若手センターバックの移籍金は、例えばボーンマスのエム・ケルケズ選手が79億円と比較すると低額ですが、 J リーグ選手の市場価値と高井選手の20歳という若さを考慮すると合理的であると分析できます。なるほど。ファン視点で将来性を考えるとやや安価に感じても J リーグ史上最高額としての妥当性はあるということですね。結論として、高井選手の移籍金10億円は市場基準で妥当ですが、プレミアリーグの基準ではやや安価と評価できます。トッテナムのトップチームに合流が確定していることもあり、彼の今後の活躍が楽しみです。
続いては藤田ジョエルチマ選手。ベルギーからドイツブンデスリーガへ。23歳のディフェンシブハーフで移籍金 5.9 億円。パリ五輪主将としてベスト8に導いた実績が評価されました。ザンクとパウリにとってクラブ史上最高額の補強です。期待の大きさが伺えますね。ザンクとパウリは2023-24シーズンにブンデスリーガ2部で優勝し、14シーズンぶりに一部復帰したクラブです。2024-25シーズンは14位で残留を決めています。スポーツディレクターのアンドレアス・ボルネマン氏は、ヨエルはゲームインテリジェンス、ダイナミズム、守備の存在感、技術力、国際経験を兼ね備えていると高評価。ブレッシン監督も町田選手を指導した経験があり、日本人選手への理解が深いとのことです。移籍金に関してはいかがですか？中堅クラブにとっては異例の投資額。藤田選手の実績を考えると適正価格と言えます。シントトロイデンのジャント選手をステップアップさせつつ、きっちりとお金も取る。商売上手なところが垣間見えますね。続いては J リーグのアルビレックス新潟からスコットランドの名門セルティック FC への移籍が目前に迫っているディフェンダーの稲村隼人選手です。稲村選手は2002年5月6日生まれの23歳。左利きで主に左センターバックや左サイドバックをこなします。彼の最大の特徴は左足のキック精度とノーステップでロングフィードを供給できるビルドアップ能力です。 J リーグ屈指の高精度のパスで攻撃の起点となると評価されています。彼は東洋大学出身で2025年にアルビレックス新潟に正式加入したばかりのプロ1年目のルーキーです。昨年は特別指定選手として J1 リーグ12試合ルヴァンカップ7試合に出場し、ルヴァンカップ準優勝にも貢献しています。プロ1年目の2025年には J1 リーグ16試合に出場し、新潟の守備の要として成長を続けていました。プロになってすぐに海外移籍とは本当にすごいですね。セルティックは左センターバックのポジションに課題を抱えており、稲村選手の左足のキック精度とビルドアップ能力が評価されたこと。次に稲村選手が左センターバックだけでなく左サイドバックのバックアップとしても起用可能なマルチポジション性を持っていること。そして所属している日本人の多さも決め手になっていそうですね。なお推定移籍金6000万円とかなり控えめです。高い選手と比べると随分安いですね。しかしプロ1年目のルーキーである点を考慮すると市場基準では標準的と評価されています。アルビレックス新潟の財政状況のいわば隙をセルティックの青互い戦略に隙を突かれたような形です。 SNS では6000万円は安すぎる、倍を要求すべきといった不満の声も上がっていました。ファンとしては将来性のある選手だからこそもっと高く評価してほしいという気持ちがあるのでしょうね。世界基準で見ると代表歴のないルーキーとしては標準的な金額とされています。新潟の降格危機という状況もあり、ファンには安すぎると映るかもしれませんが、市場基準では妥当と評価できます。セルティックでのフィジカル面の適用やレギュラー争いが課題となりますが、期待したいですね。お次は J2 のビファーレン長崎からシントトロイデン VV へ移籍が決定した松澤海人選手です。松澤選手は J2 屈指のドリブラーとして有名ですね。2023年に長崎に加入して2024年には J2 で34試合4得点を記録し、主力として評価を高めていました。ファンからはまさかすぎる、 J2 屈指のドリブラーが世界に見つかったと驚きの声が上がってましたね。松澤選手の移籍金ですが、2025年 J リーグ年俸は800万円でした。
シントトロイデン移籍後の年俸は3000万から5000万円と推測されています。移籍金はシントトロイデンの低コスト戦略や松田選手の実績を考慮し、5000万から1億円弱、約30万から60万ユーロが妥当と推定されています。リアルな金額は5000万から8000万程度でしょうか。稲村選手と同じくらいの金額なんですね。やっぱり安すぎるっていう声は出そうですが、畑大我選手は2002年1月20日生まれの23歳で、豊富な運動量とフィジカルを生かした左サイドの攻守が強みです。 U17 日本代表に選出され、2019年 FIFA U17 ワールドカップでも活躍しています。湘南には2020年に加入後 J1 で通算125試合に出場し、4得点を記録しています。主力選手ですね。シントトロイデンは左サイドバックの小川選手が鹿島アントラーズに復帰したため、畑選手をアドガマとして獲得しました。豊富な運動量とフィジカルはベルギーリーグの激しい戦いに適していると評価されています。シントトロイデンでは即戦力として期待されそうですね。さて、畑選手の移籍金ですが、2025年 J リーグ年俸は2800万円でした。 STBB 移籍後の年俸は5000万円から7000万円と推測されています。移籍金は実績と市場価値を考慮し、約2億円、約120万ユーロが妥当と推定されています。約2億円。高い選手には及びませんが、他の選手よりはかなり高いですね。全体分析と結論。各選手の移籍金をまとめるとこんな感じになります。実績がはっきり反映されてますね。移籍金が安すぎる問題については、ファン視点と市場価値のギャップが大きいんです。 J リーグ選手の標準的な移籍金は50万から300万ユーロ、約8000万から4.8億円で、今回の選手たちはこの範囲内。クラブの事情も関係するんですよね。はい、新潟、湘南といったクラブが降格危機や J1 の他クラブと比較すると決して財政に恵まれているわけではありません。だからこそ高額要求が困難だった背景があります。結論として、ファンには安すぎると感じられても、市場基準では合理的な金額というのが実情です。選手たちの海外での活躍で将来的な市場価値上昇に期待しましょう。とはいえ、今まで推してきた選手の移籍には複雑なものがありますし、何よりスタメンを奪われたチームの今後の補強も気になりますよね。今後はこの穴を埋めるべく、川崎、湘南、新潟が夏のマーケットで選手を獲得する側に回るかも。湘南は早速、負傷による長期欠場の穴を埋めるために F マリノスからポープ・ウィリアム選手を獲得していますね。夏の移籍マーケットの逆襲に期待しましょう。本日のフットボール天国はここまで。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。バイバーイ。